自信の中でも根拠のない自信が一番最強な自信なので、もう根拠のない自信を持ってください。はい、皆さん、こんにちは。ホリスティックライフコーチの立花さゆりです。今日はですね、嫉妬っていうテーマでお話ししていきます。今回のこの嫉妬は、他人と自分をどうしても比べてしまう癖のある方のためにこの動画を撮っております。そしてこの動画を見ている方で、私は自分と他人を比べないよっていう方は、ぜひお知り合いであったり、お友達であったり、ご家族の誰かであったり、どうしても自分と他人を比べてしまうって方が周りにいらしたら、この動画を進めてあげてください。そしてこの動画いいねと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい。嫉妬っていうのは、あなたの波動を一番下げてしまう、一番厄介な感情です。そしてこの動画を見て、その悪魔みたいな嫉妬っていう感情から解放されてください。妬み、そねみ、ひがみって聞いたことありますか？まずこの3つのワードを説明していきます。まず妬みは相手の持ち物や才能を羨み憎む気持ちです。はい、次にそねみですが、相手の愛情、相手の称賛を奪いたい独占欲から来る感情です。はい、次のひがみですが、妬みを根底に持ち、不当だと感じ、ひねくれたり、拗ねたりするより複雑でこじれた感情です。って考えたら、どれも非常に嫌な感情ですね。まず、この嫉妬っていうのは、その人の考え方から生まれるものです。というのは、アドラー心理学では、嫉妬を生むものは、その人が世の中を縦に考えているからなんです。世の中を縦に考えているというのは、こういう縦のものがあって、そして自分が真ん中らへん、もしくはその下らへんにおると考えてて、そして誰かが自分の上におる、誰かが自分の下におるっていうふうに考えてるから、その嫉妬が生まれるんです。こういうふうに考えて、かつ自分が上であるべき、こういうふうな考え方を持ってしまうと、キリがありません。上には上がおります。この世の中が縦であるっていう考え方をやめるには全く逆の考え方を持つべきです。それは横の社会。何でも横です。何でも平等です。何でも対等ですっていうふうに考えないといけません。はい。この横の社会でもし差がついているとすれば、その差がついている人たちはそれぞれ惜しまない努力と、そして勇気を持って、そして自信を持って行動をしているからです。例えば、その人はあなたが休みの日にソファでポテチ食べてる時に、その人は勉強して、そして働くっていうことを通じて経験を積んできたからです。なのに、その人たちに対して嫉妬心抱くっていうのはとてもおかしな話になりますよね。例えば、会社で彼女は綺麗だからいい仕事をもらえてるとか、彼は男前だからいい仕事を任されてるとか思うのはまたおかしな話です。もともと彼女は綺麗で、そして男前であるために努力してるからです。例えば彼女は休みの日にはエステに行ったり、そしてピラティスに行ったり、そして彼は男前でおるために、その引き締まった体を維持するために週3回であったり、4回であったり、ジムに行って、鍛えて、そして毎晩スキンケアだってちゃんと手を抜いてません。確かに生まれつきすごい綺麗で何もしなくても綺麗な方はいます。でもそれがね、これまた私の実体験なんですけど、私の知り合いで誰が見てもすごい美人な人いたんですよ。でもその人はこの世の中を縦に考える癖を持ってて、口を開けば悪口言ったり、そして私をこき下ろそうとしたり、そして私のありもしない噂を流したり、とにかく私の評判を下げようとしてたんですね。私は全くそういう人と同じ土俵に立ったつもりがないので、全く気にしてませんでした。そして何が言いたいかと言いますと、その人はもうみるみるうちに顔が、綺麗だったお顔が変わっていったんですよ。もう挙句の果てに、もう絵に描いた
鬼みたいな顔になったんですよ。いくら美人でも間違った考え方を持つと鬼みたいな顔になれるんです。その鬼みたいな顔になったきっかけは、人の悪口を言ったり、そして人を妬んだり、嫉妬したせいです。それこそこの動画のテーマである嫉妬。嫉妬を持てば美人でも鬼になれるってことです。なので、もう嫉妬っていう気持ちは非常に邪悪な感情です。私はもう自分と他人を比べたことないです。唯一比べるのは昨日の自分です。そして理想の自分です。昨日の自分よりちょっとでも良くなった自分でありたいと思っているだけです。そしてアドラー心理学でいう課題の分離です。このアドラー心理学の課題の分離というのは、自分の課題と他者の課題を明確に区別して、それぞれ責任を持つということです。そして日本の哲学者である西田幾多郎さんが言ってます。人は人なり、我は我なり。この言葉も非常に好きです。とはいえ、全く人に関心がないわけではないです。小説家の吉川英治さんが言っておられます。我以外みんな師匠っていう言葉も非常に好きです。我以外みんな師匠っていう言葉の意味は、自分以外の人はみんなあなたの先生ですよという意味です。好きな人も先生です。それはまあそうですね。好きな人はもう真似したくなりますよね。じゃあなぜ嫌いな人も先生なのと聞かれると、実は嫌いな人を見て、その嫌な動作を見て、ああなりたくないなと思って、あらかじめ心に決めることができるからです。もし私が、この人すごい人だなっていう方に出会ったら、その人に可愛がってもらえるように、そして仲良くしてもらえるように、努力して教えを請うだけです。なぜかって言ったら、私はいつも横の社会として考えてるからです。上も下もないです。横です。横にそのすごい人がいらしたら教えてくださいっていうだけです。それだけです。なので、嫉妬とか、妬み、ひがみ、そねみっていうのがいらないです。はい、今日の話をまとめます。この社会は縦じゃなくて横の社会で考えてください。そしたらその横の社会でも差がついてるなって思えば、その差がついた方は私とあなたと違って今までたくさんの努力と勇気と自信を持って行動をしてきたからです。そしてあなたより私よりすごい美人、すごい男前な方いらしたら、その人たちは私たちよりもいっぱい努力してます。そして生まれつきいくら綺麗な人でも不細工になれます。なぜかっていうと考え方が間違えてるから、いくら美人でも鬼になってしまいます。そして大事なのは自分と他人を比べるのではなくて、昨日の自分と今日の自分、そして理想の自分と比べてください。そうすると自然にやる気も出てきます。我以外はみんな師匠。で、人は人、我は我。はい。そしてこれから古い、そして悪い癖が出て、自分と他人を比べてしまってるなって思った時は、人は人、我は我。というふうに自分に言い聞かせてください。そして最後に努力と勇気と自信が大事と言いましたが、自信の中でも根拠のない自信が一番最強な自信なので、もう根拠のない自信を持ってください。はい、今日の動画いかがだったでしょうか？いいねと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。ではまた次のセッションでお会いしましょう。さよなら。